鶏もも肉でカリカリチキンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日は鶏もも肉で作るカリカリチキンを作りたいと思います。皮の部分がカリカリっとしたとてもジューシーなカリカリチキンを作っていきたいと思います。今回そのカリカリチキンに合うオニオンソースも手作りで作っていきます。こちらのオニオンソースもすごく簡単に作れるレシピになってます。ということで本日も最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。はい、それではまずカリカリチキンの材料を紹介します。鶏もも肉、塩、胡椒、ニンニク、オリーブオイルです。こちらの材料で作っていきます。はい、ソースの材料はこちらです。玉ねぎ、醤油、みりん、調理酒、顆粒コンソメ、蜂蜜です。お肉で使うニンニクなんですけれども、お肉で余るので、余った部分もこちらのオニオンソースに加えていきたいと思います。ということで今日はこちらの材料で作っていきます。はい、それではまず鶏もも肉の下処理をしていきます。鶏もも肉の余分な脂とあと筋を取っていきます。こういうねちょっと太めの筋があったらピピピーと、気になる部分だけで大丈夫です。取っていきます。あとは余分な脂を取ります。お肉からはみ出た皮は取りましょう。皮が好きな方は一緒に焼いちゃっても大丈夫です。はい、横とかにね結構油がついてるのでこれは取り除きます。はい、こんな感じでカットしました。そうしましたらこの状態でまだちょっとボコボコしてるので、ここの部分がポコッとしてるの分かりますかね。盛り上がってるの、ここら辺を平らにして全体的に平面にしたいと思います。はい、ということで盛り上がっている部分に切れ込みを入れて、で鶏肉をパタッと開きます。こんな感じで平らにします。でそうしましたらニンニクですね。ニンニクをこれ半分使います。はい、ニンニクをねフォークでこうやって刺して、この切った切り口の方を下にして、こうやってお肉にニンニクの香りをすりつけます。でもしですねちょっと今日ニンニクはっていう時はこの工程は抜いて大丈夫です。これはねお好みで OK です。で裏面もねニンニクをこうやってつけていきます。はい、OK です。でそうしましたらこれもう外します。でこちらはですねソースに使っていきたいと思います。そうしましたら続いてこのお肉にフォークで穴を開けます。こうやると筋が切断されるのでお肉がね柔らかく仕上がります。あとこうやって穴を開けておくと味もね染み込みやすくなります。はい、そしたら裏返します。皮の部分もフォークで穴を開けます。皮目の方は焼くとこうどんどん縮んでしまうので、それを防ぐためにフォークでねブスブスっと穴を開けていきます。女性の力だと結構力がいるんですが、でもしねフォークで難しいっていう時はこういう竹串でも OK です。竹串でこうやってブツブツ刺してください。はい、こんな感じです。でそうしましたらこちらに下味をねつけていきます。結構ね塩は多めで OK です。はい、しっかりとまぶしましょう。で裏面も同じようにつけます。はい、これで OK です。そうしましたらあとはですね塩コショウもかけます。お好みで大丈夫なんですけど、ホワイトペッパーがね結構おすすめです。で今回私が使ってるのはテーブルコショウって言ってホワイトペッパーとブラックペッパーが混ざってるやつですね。今回私はそれを使っていきます。お肉の下処理とあと下味をつけました。でこれで5分ほど置いておきます。はい、そうしましたらお肉を置いてる間にソースを作っていきます。まずこちら玉ねぎですね。玉ねぎをすりおろします。はい、玉ねぎをすりおろしました。でちょっとねおろしきれなかった部分があると思うので、そこはみじん切りしましょう。細かめにみじん切りして入れます。で先ほどお肉で余ったニンニクもすりおろします。このソースもニンニクがね今日はダメっていう時はこちらのニンニクはなしで大丈夫です。はい、それではお鍋に先ほどねすりおろした玉ねぎですね。あとこちら分量外でお水です。はい、でこれで火にかけてこのまま3分ほど煮詰めます。そうすることで玉ねぎの辛みを取ることができます。中火で煮詰めていきます。はい、このように水分がなくなれば OK です。そうしましたらここにみりん、調理酒、
してお醤油で蜂蜜ですね、はいを加えます。でそして最後に顆粒コンソメですね、はい。でこちらを加えてよく混ぜます。焦げないようにしっかりと混ぜながらひと煮立ちさせます。はい。でだいたい30秒から40秒ぐらい加熱すれば OK です。でだいたいこれでオニオンソースは完成なんですが、最後に鶏肉から出た油と混ぜて最後仕上げたいと思います。なのでしばらくこれはこのままにしておきます。はい、そうしましたらお肉を焼いていきます。まずオリーブオイルですね。でまだ火はつけていない状態です。はい、鶏もも肉の皮目を下にしてフライパンの上に乗せます。でオリーブオイルを一旦こう全部ね皮目につくようにくるーっと回して火にかけます。これで焼いていきます。火加減は弱火です。でいい音がしてきたらヘラでこうやって押し付けて焼いていきます。こう皮がだんだん焼けてくるとどんどん浮いてくるので、こうヘラで押し付けてカリカリに仕上げていきます。時間が経ったのでちょっとね焼き色を見ます。お、いい感じです。表面もね白っぽく焼けてきてだいたい7割ぐらい焼けた状態です。でそうしましたら裏返します。はい。で片面も2分ほど焼いたら火を止めます。こんな感じでカリカリに仕上がりました。はい。でそうしましたらこちらちょっとね油が残ってます。でちょっとね上澄みの油だけこうやって取って、はい。で鶏の旨味の部分だけの油を残します。はい。こちらのオニオンソースをもう一度この鶏を焼いた鍋でさっと煮詰めます。はい。鶏の旨味と混ぜ合わせてオニオンソースは完成です。もう30秒くらいでねこれは大丈夫です。はい、 OK です。これでオニオンソースの完成です。はい、これでカリカリチキンの完成です。こんな感じに仕上がってます。すっごい美味しそうです。まだねちょっと湯気が立ってますね。皮がねカリカリっと仕上がりました。それではねこちら食べやすい大きさにカットしてソースをかけたいと思います。美味しそう。皮がパリッとしているので皮目を下にして切ります。包丁を斜めにしてそぎ切りします。で最後皮のところをパリッとこんな感じでカットしました。そしたらねまたお皿に盛ります。はい、それではソースをかけたいと思います。はい、これでオニオンソースのカリカリチキンの完成です。こんな感じに仕上がってます。すごい美味しそうに仕上がりました。はい、ということで完成しました。こんな感じに仕上がってます。すごくね美味しそう。ちょっと撮影してて冷めちゃったんですけどまだカリカリ。はい、ということでカリカリチキンいただきます。はい、じゃあオニオンソースをつけてねいただきます。すっごくジューシーで美味しい。そしてねこのオニオンソースもねお店のオニオンソースみたいですね。美味しい。はい、ということで本日も美味しく仕上がりました。今回のカリカリチキンのポイントはまず下処理ですね。下処理は筋とあといらない余計な油とあと余計な皮、こちらを取り除いてください。ニンニクでこう匂い付けするときはこういうねフォークで刺してやるととてもやりやすいです。でもしねニンニクが今日ダメだっていう時はニンニク抜きで作っていただいて大丈夫です。あとはですねフォークできちんと穴を開けるようにしてください。フォークで穴を開けると繊維がこうちぎれるのでとても柔らかい食感に仕上がるのとあと味が染み込みやすくなります。皮
の面に関しては鶏の皮は焼くとギュッと縮んでしまうので、それを防ぐためにしっかりと穴を開けてください。でもしねフォークでやりづらい時は竹串とかあと楊枝でこうやって刺すといいかなと思います。焼いてる時のポイントは皮をフライパンに押し付けるように焼くようにしてください。そうするとすごくカリッカリに仕上がります。ヘラでこうやってずっとやってるのがめんどくさい時はもうねスキレットみたいな重いものをお肉の上にドンと置いてそのまま焼いてみてください。焼き時間に関しては皮目の部分を3分から5分ぐらいを目安に焼いていただけたらと思います。お肉の厚さとかでも変わってくるので皮の焼き色を見て調整してみてください。であとお肉はですね、焼く時に厚さが違うと焼きムラがあったりするので、もし厚い部分があったら包丁で切れ込みを入れてお肉をこうやって開いて全体的に平らにするようにしてください。オニオンソースに関してはとても簡単に作れます。ポイントとしては最初にちょっと分量外なんですけれども、お水で玉ねぎを3分ほど煮てください。そうすると玉ねぎの辛みとかあとえぐみが取れてとても美味しくなります。あと注意していただきたいのは油が結構跳ねるのでやけどだけは注意していただけたらと思います。すごくね簡単に美味しく仕上がるのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はオニオンソースのカリカリチキンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしているのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。